こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には日本語の字幕をつけていません。もし字幕をつけたい場合はYouTube の字幕ボタンを押してください。さて、今日の話題はアルバイト経験です。皆さんはこれまでどんなアルバイトをしましたか？アルバイトは働き方のことです。アルバイトは1週間のうちに短い時間だけ働くことです。例えば、1週間のうち2日だけ働きます。これはアルバイトです。例えば、1週間のうち5日間働きます。でも、5日間働くけど、1日4時間だけ働きます。または、1日だけ働くとか、1ヶ月だけ働く。これもアルバイトです。とにかく、短い時間、または短い期間だけ働くことはアルバイトです。ちなみに日本ではアルバイトのことをバイトということが多いです。バイトはカジュアルな言葉です。そしてアルバイトは働き方のことですが、仕事をするというニュアンスもあります。例えば、お金がない、バイトしなきゃとか、これからバイトに行ってくるなどのように言います。これはカジュアルな言い方なので、友達同士の時に言ってください。でも、社員の場合は、バイトに行く、バイトをするとは言いません。私はこれまでいろいろなアルバイトをしました。服屋は洋服を売っているお店のことです。ケーキ屋、郵便局、花屋、カフェ、居酒屋、農家で働きました。農家は野菜を育てる仕事です。私の初めてのアルバイト先は服屋でした。アルバイト先はアルバイトとして働く場所のことです。つまり職場のことです。で、話を戻しますが、私は初めてアルバイトをしたのが確か18歳の時だったと思います。初めてのアルバイトだったので、とても緊張しました。いろいろと覚えることが多くて大変でした。どの仕事も最初はそうですね。でも初めてのバイトだったので特にそう感じました。そして私は18歳だったし、お金をもらって働くことが初めてでした。だから仕事の時の礼儀や言葉遣いが分かっていませんでした。礼儀はマナーのことです。例えば何か仕事をしていてわからないことがあります。あれ、これはどうやるんだろうとか、こういう時どうするんだっけ？そういう時皆さんはどうしますか？そういう時は上司や同僚に質問をすると思います。このやり方がわかりません。教えてください。とか、これ
どうやるんでしたっけとか、そういうふうに聞くと思います。でも私はそれをあまりしませんでした。あと、上司や同僚に仕事の状況を報告する。これも仕事のマナーです。日本ではそれは仕事のマナーです。例えば、今トイレ掃除終わりましたとか、今これをやっていますとか、そういうふうに一緒に働く人に伝えます。でも私はそれをあまりしませんでした。だからよく上司や同僚から注意されていました。でも今考えれば当たり前のことを注意されたんですよね。でもその時の私は注意されて落ち込んでしまいました。あと、怒られたくないなとか嫌な気持ちになりました。そう、同僚の人も怖かったし、その服屋は私の家から遠いところにありました。だからだんだんとその仕事が嫌になってしまいました。それですぐにその仕事を辞めてしまいました。私は大学生の時、居酒屋でバイトをしていました。その仕事も覚えることがたくさんありました。お店が忙しい時はすごく大変でした。例えば、お客から次々と注文が来ます。すいません、注文いいですかとか、いろんなところから言われます。でもお酒や料理を運ばないといけません。あとは、お客を席まで案内したり、電話の対応もありました。やることがたくさんあります。もう本当に大変でした。居酒屋の仕事は同時にやることが多すぎます。同時にとは同じ時間にという意味です。その仕事は素早く間違えないようにしないといけませんでした。だから私はいつも緊張していました。仕事が終わるとかなり疲れていました。私はお金が欲しいから頑張って働きました。でも居酒屋の仕事は楽しくなかったです。だから数ヶ月で辞めてしまいました。だけどいいこともありました。居酒屋で働くと美味しいまかないがついています。まかないとは仕事の休み時間に出る食事のことです。その居酒屋で働いているときは無料で美味しい料理を食べることができました。話は変わりますが、服屋も居酒屋もカフェも接客業です。花屋もそうですね。接客業とはお客と接する仕事のことです。接客業とはお客と話したり、おもてなしをする仕事のことです。おもてなしは心を込めてお客にサービスすることです。私は接客業をやってみて分かったことがあります。それは私は接客業に向いていないということです。向いていないはあることが自分の性格や能力に合っていないという意味です。日本の接客業はお客が喜ぶように行動しなければいけません。例えば、いつも元気に明るく親切に丁寧におもてなしすることが大切です。
どんなお客にもそうします。私はどちらかというとおとなしい性格です。だからいつも明るく元気におもてなしするのは疲れます。あとは接客業は人と話すのが好きという人が向いていると思います。でも私はあまり人と話すのが得意ではありません。知っている人と話すのは好きです。でも知らない人と話すのが苦手です。特に仕事によりますけど、店員はお店の商品を買ってほしいからお客にどんどん話しかけます。これいいですよとか、何かお探しですかとか、この商品はこういうところがいいですよ。使ってみませんかとか、そういうふうに話すのが苦手です。だから私は接客業には向いていないと思います。接客業の人はすごいなと思います。他に私はケーキ屋と農家のバイトをしたことがあります。それらの仕事では接客はしませんでした。だから心が楽でした。ケーキ屋で働いた時は生クリームを作ったり、いちごを切っていました。いちごを切ってケーキに乗せる仕事をしました。農家の仕事では畑に種をまいたり、野菜を収穫していました。どちらも人とあまり話しませんでした。黙々と仕事をしていました。黙々と。黙々ととは話さないで静かにしているという意味です。私はそういう仕事の方が楽しいし好きです。私はそういう仕事をする方が向いていると思います。私はお金があまりもらえなくても自分が楽しいと思う仕事をする方がいいです。お金は必要だけど楽しい仕事がしたいです。人それぞれこの仕事は得意、この仕事は苦手ってありますよね。皆さんは自分にはどんな仕事が向いていると思いますか？そしてお金をたくさんもらえるけど苦手な仕事をするのと、お金はちょっと少ないけど得意な仕事をする。どちらを選びますか？日本語で考えてみてください。ということで、アルバイトの話はここまでにします。ここからはアルバイトに関する言葉を紹介します。時給、時給。時給は1時間働くともらえるお金のことです。例えば、時給1200円なら、1時間働くと1200円もらえます。日給、日給。日給は1日に働くともらえるお金のことです。例えば日給8000円なら1日働くと8000円もらえます。短期アルバイト。短期は短い期間という意味です。短期アルバイトは1日だけ働くとか1週間だけ働くとか1ヶ月間だけ働くという意味です。ですからずっと働けるわけではありません。長期アルバイト。長期アルバイト。長期は
長い期間という意味です。長期アルバイトは長い間働くことができます。例えば1年とか2年、5年とか。自分がこの仕事を辞めますと言わない限り働くことができます。でも会社がなくなってしまったり、会社からあなたはクビですと言われたら仕事を辞めないといけません。クビは仕事を辞めてくださいと会社から言われることです。ということで今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。